第2回コナンズバー、今日はゲストで来ていただいております。ゲストはマテンローペラのあやめくんです。はい、というわけであやめくんに来てもらいました。こんにちは、あやめです。この前海外からの食材とかものとかをいっぱい取り扱っているのがスーパーにいて、ビール、いろんな種類のビールがあるのを見て、ちょっと珍しいなと思って、世界各国のビールを持ってきたので、ちょっと開けてみましょうか。Tuesday, November 4th, the monster of branch banking appears before... まずこれゴッドファーザー。ゴッドファーザこれはゴッドファーザーラガーって言ってインドのビール。ー。あ、インド。すげえな。次これ名前がいいですね。タヒチ、ひなのタヒチ。これラベルがめっちゃ可愛いんですよね。これはタヒチっぽい。ちなみにタヒチはフランス領のポリネシアらしいです。次はチェコ、ベルナルドっていうボヘミアンビール、これはチェコのビールですね。次が、ヒューガルテンロゼ。ヒューガルテンって結構名前聞いたことあります？大津のですね。でもロゼっていうのはどういうの？確かに赤いのかもしれません。これベルギーのビールです。ヒューガルテン。まあチェコとかベルギーとかドイツとかはね、ビールのイメージですよね。で次が、ステラアルトワっていうビールで、これもベルギーです。じゃあこの辺はベルギーの人たちで、最後これが、クリス・カンポ。これはスペインのビールですね。スペインのビールもあんまりイメージないですね。イメージがないです。じゃあこのヒューガルテンロゼから開けていきます。どんな味なんでしょうか。お、色がロゼ。まあそうですね。なんかデザート系じゃないですかね。デザート系のいちご、ラズベリー、リンゴって書いてありますよ。じゃあまずヒューガルテンロゼからいただきます。めっちゃラズベリーです。もうビールっていうかなんかカクテルみたいな感じですね。ただこれ多分部類はビールじゃないんですよ。とりあえずヒューガルテンでした。これはね、甘くて美味しかったです。はい、じゃあ次行きましょう。ステラアルトワっていうベルギーのワインじゃないや、ビールです。これはですね、厳選された素材による心地よい苦みとキレの良さが特徴の世界80カ国以上で愛されているベルギーを代表するピルスナーです、とのこと。1500、1300、1300、それすごい。1366年って書いてます。めちゃくちゃ歴史のあるビールなのかな。ではベルギーの、ステラアルトから開けます。これは、見た目はですね、普通のビールですね。これはそれこそバドワイザーとか、コロナとか、カールスバーグとかの苦みの少ないビールの味ですね。僕ね、カナダで、トロントに行ってビール工場の見学をしてたんですよ。そこのビールと雰囲気が似てます。カナダビールなんだろう、日本のビールとはまた違う。飲んだ後に残る苦みがいわゆる海外のビールっていう感じのですね。苦手な人は苦手かもしれないけど、確かに。でも僕は好きです。いいし、大変美味しいございました。じゃあ次行ってみましょう。次もじゃあヨーロッパつながりでいきましょう。ということでスペインビールと言います。スペインのビールって意識して飲んだことないですね。確かにスペインといえばなんだろう、ワインですね。そうワインが有名ですよね。はい、これが、クルスカンポっていうスペインのビールです。ビール王ガンブリヌスを
ラベルに従えたスペインアンダルシアナンバー1のラガービール。これがビール王みたいです。確かにビール王っぽい。ガンヌプリヌスって人です。もしかしたらテロップで今この字幕でこの人が誰なのか出てるかもしれません。はい、じゃあね、めっちゃ飲むから多いになったんじゃなくて、多分作る方だと思うんですよね。いやでも、まあ、めっちゃビールっ腹っすねただね、ラベルはね、僕これすごいなんかおしゃれで好きですね。はい、ちょっとじゃあ行ってみましょう。じゃあクリスカンポ。お、ちょっとさっきより濃いかな。確かに。さっきよりちょっと色が濃い感じです。じゃあ、はい。さっきはこう飲み口が結構まろやかで後味がちょっと苦いみたいな感じだったんですけど、これ結構きますね、最初から、結構ガツンとくるタイプのビールです。その方がいわゆる苦いビールってなんだろう、日本のビールに近いかもしれません。お国柄が現れてるというか、そんな気がしますね。なんかスペインってこう結構力強いイメージがするので、スペインの赤ワインとかも結構ね濃厚な赤ワインが多いので、もうスペインっていう感じの味です。闘牛祭りみたいな色も赤だし。確かに。でもスペインの国旗がね赤いですからね。確かに。スペインビール、このクルスカンポ、感想としては苦味が強い。でもこれはこれでいいですね。これ確か美味しかったです。濃い料理とかが欲しいです。確かにちょっと次行ってみましょうか。はい、これがチェコのビールでベルナルドというビールですね。ボヘミアンエール、ボヘミアンモラビアハイランド地域で製法と原料にこだわって作った瓶内二次発酵のエールビールです。瓶内の酵母を一緒にお楽しみください。瓶内の酵母も一緒にお楽しみくださいと。瓶内で発酵させてる。確かにこれが一番高かったんですよ。エールビールとラガービールの明確な違いってなんだっけな。上面発酵で作られるビールがエールで、はい、下面発酵で作られるビールがラガー。表面に浮き上がってくるものが上面発酵で、はいはい、下面発酵っていうのはタンクの下に沈む酵母、で上を使うと、エール、下を使うとラガーになると。なるほど、あやま先生いうことのようです。そう、さっきのは全部ラガー。これだから初めて登場。エールビール。エールビール。チェコはね、悲しい歴史があるというんですから。はい。これは結構濃いめだな。ではいただきます。チェコビール。ボヘミアンエール。これは濃い。これはこれはでもこれ普通のでもそうエールビールってこういう濃いというかなんかなんていうんですか、こういう麦なんだろうな、これは苦味酸味結構全部強い感じです。ただ苦いだけというよりかはこうふわっと広がる感じがなんかエールビール独特な感じがすると思ってはいるんですけど、この瓶内二次発酵って書いてあるんですよ。これが何なのかが僕はよくわからないです。だからおそらくビールを一回この瓶に詰めた後も発酵が続けているってことなんですね。だからこれだからその瓶内の酵母も一緒にお楽しみくださいだからこれ蓋した状態でだから要するに買った状態で長く置いといたら味が変わるってことなんですよね。確かにそうかも。どうなんでしょうね。でもなんか酵母が発酵するには多分一定のね条件がある必要なはずなんですよ、温度とか冷やしすぎるとダメとか、そういうのあるのかな。それとか一定期間を過ぎるともうあんまり味変わらなくなるとかなのかも。どうなんでしょうね。ほらタイタニックに沈んでいたワインを引き上げてみたいな本当の話なのかどうかよくわかんないですけど、でも意外となんか沈没船って状態がすごいいいからそのワインをしまうのに意外といいっていう話を聞くんですね。その沈没船から引き上げるワインが本当なのかとか。でもコルクがダメになっちゃいそうなイメージなんですけど。確かに海水でねダメですよね。だから結局プレミアなのかね。そういうそこから引き上げたっていう名前が価値を生むのかどうなのかちょっと分かんないですけど、僕の中で結構ヨーロッパのビールってこっち系のイメージなんですよ。なんかね濃いですこれすごい。これはすごい美味しいビールです。じゃあ次はタヒチビールを行っ
ましょう。はい、これはですね、タヒチビール、ひなのタヒチ。お、薄い。色が確かにさっきと比べると全然薄いです。じゃあこれタヒチビール、ひなのタヒチ。ひなのっていう名前が何でしょ独特な香りがしますね。これだからもうお願いのところにはい冷やしてお飲みくださいって書いてあるんですよ。う。あ、に本当だ。でその日本のビールって冷やして飲むじゃないですか。冷やすことを前提に作られてる味っていうところが日本よりなんかイメージがあるのかもしれないけど、後味が違いますね。そうですね。でも苦くはないですね。うんまあさっきの飲んだのと比べちゃうと、植民地だった国々のビールももしかするとその製法はヨーロッパから伝わってきたんじゃないかなとすら思っています。確かにそうですね。なんかどっちかっていうと濃いか薄いかで考えると気持ちちょっと薄めなうん感じそうですなんだね。そうですやっぱチンタオビールとかと系統はなんか近いような感じがしますね。じゃあちょっと次最後いってみましょう。はい。じゃあ最後のビールです。最後はゴッドファーザーラガー。ゴッドファーザーなのにインドのビールです。いってみましょう。これもちょっとねラベルが可愛いな。インドビール。インドビーインドは行ったことない。一生のうちに行くのがどうなのかっていうル。僕はでも実は行ったことあるんですよ。あ、本当ですか。超ちっちゃい時ですね。じゃあ行ってみましょう。インドビール。はい。最後。でもこれも要するにさっきのうんと同じ近い系統の、タヒチビールとすごい近いです。ちょっと薄めの、うんまあ、カールスバーグとかバドワイザーとかハイニケンとかそういったビールに近いかもしれないですね。そうですね。アジアのビールって感じですね。確かに。多分飲む順番は先にこっちから飲むべきだったのかもしれない。薄いのから濃いのに行く方がもしかしたら良かったかもしれない。確かに。結構途中のやつが結構しっかりめの確かに重めのねどっしり系だったんで、もうなんかよく分かんなくなったんでね薄いなっていう印象しかなくなってしまったっていう。確かに最初の衝撃が強かったのは最初に飲んでいったベルギーとかスペインとかチェコのビールが結構どっしり系ですね、そう特徴的なビールが多かったので最後のアジアの2つこのインドビールとあとタヒチのビールは比較的日本っぽい味がしたので、確かにね順番逆だったかもしれない。順番逆なんですよこれ。まあ、全部出してみますね。順番に並べるとこんな感じの順番で、このヒューガルテン、これベルギービールでビールが嫌いな人にも全然飲めちゃうカクテルみたいな、ビールでした。で次に飲んだのが、このベルギービールのステラ・アルトワというビールを飲んで、これはね僕は美味しかったと思います。僕ねこれ好きでした結構好きでしたね。確かにこれ2人盤上一で好きだったやつです。これは結構濃かったイメージですね。スペイン、まあビールっていうザ・ビールっていう感じのビールでした。でこのチェコビール、味の系統でいうと黒ビールとの系統に近いかもしれない。やっぱね食べるもの次第ではこれが結構ね僕上かもしれないですね。なるほど。でこれが、タヒチビール、でこれは日本のビールに近かったです。で、最後に飲んだのがインドの、ゴッドファーザーラガーで、これも確かに日本のビールに近かった、まあ、日本のビールというかあれかな、ヨーロッパ系のビールに近いのかな、まあ、特徴的だったのは確かこの3つかなという印象ですね。はい、まあ、そんな感じでビールレビューお付き合いいただいてありがとうございました。じゃあ一旦この辺で。